You know what it is? Taco Tuesday! 視聴者諸君こんばんは。この映像はいつぞやに作ったタコスだが、ご覧のように驚くべき再生回数を叩き出している。おまけにこれまでゲンさん、俺料理真似して作りましたなんてお便りまず来ることはなかったのに、タコスだけは異様に来た。多分300件以上来た。思いのほか日本国民とタコスとの相性は良好なようだ。このままいけば街中にサンドイッチとタコスの屋台が溢れる未来もそう遠くはない。しかし実を言えば前回のあれはタコスであってタコスではない。諸君はテックスメックスという言葉を聞いたことがあるだろうか。これはメキシコと近縁のテキサス州、つまりアメリカが独自にメキシコ料理を変化させたものを指す。そしてこのひき肉にレタスとチーズをたっぷりと乗せたジューシーなフラワートルティーヤタコスもまたテックスメックス料理に分類されている。まあ要はカリフォルニアロールは寿司だが寿司ではないのと同じようなもんだ。もちろんどちらも甲乙つけがたいうまさではある。ということで今回はメキシコの誇る偉大なタコスを全国の皆さんが自宅でも作れるよう多少アレンジしながら作っていこう。ちなみにこのタコスは今後もシリーズ化していきます。まずは肉。何の肉でもうまくはなるが、やっぱり王道は牛か豚だ。簡単に作るならこれらを小さくカットしてスパイスやジュースと一緒に炒めるわけだが、今回は時間があるので繊維状にホロホロになるまで煮込んだシュレッドビーフポークを作っていこうと思う。とりあえずどちらのパターンも作り方を概要欄に載せておくので安心してください。まずは肉にしっかりと塩コショウをまぶして下味をつける。それから煮込み用のマリネ液、ブイヨンまたはビーフエキスパウダー少々、オレガノ、クミン、ライムジュースにオレンジジュース、これらを混ぜておこう。ニンニクはみじん切り、玉ねぎは薄切りにスライス。どのみち最後は溶けてなくなるから切り方は各自お任せする。それじゃあ本調理。オイルを敷いた鍋で軽く焼き目をつけていく。香ばしさはどんな料理でも最高のスパイスだ。全体がほんのり色づいたら一旦鍋から取り出し、ここにニンニクと玉ねぎを入れて軽く炒める。こんな色合いになったら肉を戻し、先ほどのソースを入れる。最後にワインを加えると味にぐっと深みが出るからおすすめだ。まずはこれを1時間程度煮込んでいく。圧力鍋がないご家庭でガチうまタコスを作りたいなら最低3時間は下準備に使った方がいい。そしたら一旦肉を取り出し、手やフォークでほぐしていく。いや、見るだけでわかるでしょう。これはうまい。確実にうまい。そしたらこれを鍋に戻し、今度は蓋をしないでスープを煮詰めていく。理想を言えば弱火でコトコト2時間だが、急ぎたい人は強火でガッと水分を飛ばそう。はい、今回はさらに常温で1時間放置して味をなじませ、こんな感じに。じゃあ、いただきます。もう無敵です。この肉があれば正直何の料理でも無敵です。お次に生地作りだが、本来であればメキシカンタコスはマサハリナと呼ばれるトウモロコシ粉を石灰水でアルカリ処理したものを使用する。歯切れのいい薄い生地にほのかに香るトウモロコシの香りは唯一無二であり、正直これがないと忠実な現地のクラシックタコスは再現できないが、買ってもどうせ一度使ったらストッカーの奥で眠るだけなので、今回は強力粉と薄力粉、それからコーンフラワーの合わせ粉を使って美味しく仕上げていく。粉に塩一つまみとラードを切るように混ぜ、最後に水を加えてひとまとまりにしたら、濡れタオルをかけて20分程度生地をなじませる。個人的にはここではできればオリーブオイルやサラダ油ではなくて、香りが非常に良くなるラードかショートニングを使ってほしい。あとはこれを1つ 40g 程度、今回は10等分に切り分けて生地を伸ばしていく。ここで1つポイント。綿棒で伸ばすのはめちゃくちゃ面倒なので、まずはジップロックを用意。これの3辺をこうして切ったら、間に生地を挟んで、底の平らなフライパンで潰す。専用のプレス機がないと加減が難しいが、だいたい10回ぐらい殴るといい感じの薄さになる。そしてこんな感じでペロンと剥ける。ジップロック最強。あとは伸ばした生地同士がくっつかないよう強力粉を振りかけておこう。そしたら焼きの作業に入る。油は敷かず、よく温めたフライパンに生地を落として約1分。ポコポコ膨らんできたら裏に返して約30秒。大きい鉄板があればまとめてすぐに焼けてしまう。焼けた生地は乾燥に弱いので、またジップロックや保湿できるポットに入れておこう。
さて最後にトッピングの準備だが、まずは玉ねぎを大量にみじん切りにして水にさらしておく。とりあえず肉と玉ねぎがあればタコスは成り立つ気がする。あとはパクチーいやいや星人のそこの君の気持ちはよーくわかる。でも私はこのタコスを食べてパクチーが好物になった。それぐらい相性がいい。正直トライしてみてほしいが、どうしても嫌というならイタリアンパセリでもかなりいける味になるから試してほしい。あとはサルサをいつも通り作る。今回は導入編のためグリーントマトやカカオベースのサルサはまた今度作る。トマトをみじん切りまたはペーストにしたら、そこへ先ほどの玉ねぎ少々とライム果汁どっさり、タバスコどっさり入れて完成だ。これで全ての準備が整った。おいしい。食い方はめちゃくちゃシンプル。生地の上に肉を乗せ、その上に玉ねぎとパクチーを乗せ、ライムを思い切り絞る。これだけって思ったでしょう。食ってみてください。もう食った人にしか分かんないです。これは嘘偽りなく飛びます。じゃあいただきます。ちょっとモリモリすぎますけど、まずはこいつからいきます。ああああちょっとね、気を失いかけますね、これは。うまっ。いただきます。ちょっとこれはデロデロだな、もう。ああ、うまっ、うまっ。もう最高としか言いようがない。なんでこんなうまいんだろう。せっかくなんで市販のフラワートルティーヤで、ちょっとフライパンで焼いて食べてみます。じゃあいただきます。やっぱでかい方が包みやすいですね。いただきます。ああ、うんうんうん。